皆さん、こんにちはなのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日ずんだもんが紹介する国は、ヨーロッパの中心にある、ドイツ、なのだ。実はね、ドイツ、って呼び名、世界ではあまり通じないことがあるのだ。例えば、お隣のフランスでは、アルマーニュ、って呼ばれてたり、国によって名前が全然違うらしいのだ。面白いのだ。今日はそんなドイツに関するニュースや、世界で起こっている注目のニュースを全部で5つ紹介していくのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。モルドバ議会選挙、 EU 政治家、選挙結果をロシアへの拒絶と評価という記事なのだ。モルドバの人々がロシアからの圧力にこごめせず、ヨーロッパを選ぶ道を選んだ、とっても勇気のいる大きな決断をしたお話なのだ。EU の政治家たちもこの結果をロシアへの明確な拒絶だと評価しているのだ。これは本当に注目のニュースなのだ。ずんだもんの解説、ちょっとでも面白いな、続きが気になるなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をポチッとしてくれると嬉しいのだ。励みになるのだ。それじゃあ早速、一緒に世界のニュースを見ていくのだ。皆さん、今日は中央ヨーロッパに位置する魅力的な国、ドイツを紹介するのだ。首都は歴史と文化が息づくベルリンで、人口はおよそ8400万人。EU の中でも特に大きな存在感を放っている国なのだ。ドイツの歴史はとても深くて、神清志ローマ帝国時代から始まり、2度の世界大戦を経て、東西ドイツに分断された時期もあったけれど、1990年に平和的に再統一を果たしたのだ。今は連邦共和制で民主主義がしっかり根付いている国なのだ。産業面ではメイドインジャーマニーの品質で世界に知られる自動車産業、 BMW やメルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲンなどや、高度な機械工学、科学産業が国の経済を支えているのだ。高い技術力は世界トップレベルなのだ。文化も豊かで、バッハやベートーベンといった偉大な音楽家を生み出し、哲学や文学でも世界に大きな影響を与えてきたのだ。ビールやソーセージ、クリスマスマーケットも有名で、とっても楽しい文化が花開いているのだ。最近では、再生可能エネルギーへの転換を目指す、エネルギー転換、エナジレンで、を積極的に進めていることや、 EV、電気自動車の開発、デジタル化の推進などが注目されているのだ。地球環境への意識も高く、未来を見据えた取り組みが活発な国なのだ。こんな風に、技術力と文化、そして未来への意識が高いドイツ、ぜひ一度訪れて、その魅力を肌で感じてみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。ベルンハルト、ランガー、痛みは極限だったという記事なのだ。ベルンハルト、ランガーはもうすぐ70歳になるのに、今でも世界トップクラスのプロゴルファーなのだ。17歳で初めてプロの大会で優勝して以来、123回も勝利を重ねてきたすごい選手なのだ。彼のキャリアはたくさんの怪我や極限の痛みとの戦いの連続だったのだ。イップスも経験したそうだけど、それでも諦めずにゴルフを続けてきたのだ。ランガー選手がこれほど長く活躍できる秘密の一つは、信頼する医師、ノルベルト・デホースト先生の存在なのだ。約20年前、真夜中の緊急治療でデホースト先生が数回の処置で彼を試合に復帰させて以来、二人は親友なのだ。デホースト先生のクリニックは、アマーコの近くにあって、そこには、関節じゃなく人生を感じて、というポスターが貼ってあるのだ。ランガー選手は、ドイツ滞在中には必ずデホースト先生のもとを訪れ、ドクターの、と呼ばれる彼のスケルトンモデルに見守られながら、いつものルーティンの治療を受けているのだ。その様子は、リラックスしていて、まるで冗談を言い合っているような雰囲気なのだ。ランガー選手は、神への強い信仰心と、健康への飽くなき探求心を持っているのだ。それが、彼が年齢を重ねてもゴルフに向き合う姿勢や、未来への考え方を形作っているのだ。
彼は自分のキャリアや家族、ゴルフというスポーツの難しさについて深く語っているのだ。彼の人生と信念を深く掘り下げるドキュメンタリー、アーンハード・ランガー、デアエ・ウィジ・チャンピオンもあるのだ。ランガー選手は痛みがあっても常に前向きに成功への道を探し続けてきた、まさにレジェンドなのだ。彼の姿は私たちに多くのことを教えてくれるのだ。2つ目のニュースなのだ。ガザは平安。ガザ戦争を終わらせるこの計画という記事なのだ。ガザ紛争を終わらせるための新しい和平案が登場したのだ。この21ページもある文書には、平和という言葉が一度も出てこないのが特徴なのだ。これは理想論ではなく、もっと技術的な方法で紛争を解決しようとしているからかもしれないのだ。どうやらこのプランは元イギリス首相のトニー・ブレアさんが中心になって作ったものと言われているなのだ。そしてアメリカのトランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相の会談でも議論される重要な内容なのだ。このプランの最も大事な部分は、ガザインターナショナルトランジショナルオーソリティ GITA、 つまりガザ国際暫定統治機構という新しい組織を作ることなのだ。 GITA は国連安全保障理事会に認められて、最大で5年間ガザ地区の最高の政治機関として活動するのだ。国際的な専門家たちで構成されるボードが GITA を動かすのだ。そしてそのボードのトップにはガザ地区の国際的な知事のような人がつくのだ。噂ではトニー・ブレアさん自身がその役目を担うかもしれないのだ。このトップはガザの重要な決定や発言をすべて取りまとめることになるなのだ。 CITA のボードにはパレスチナ人代表の他に国連の幹部や金融、行政の専門家も加わる予定なのだ。特にイスラム世界からの代表を強くすることで地域での正当性を確保しようとしているのだ。 CITA の下には人道支援、復興、法務、安全保障などの責任者が置かれるのだ。パレスチナ自治政府 PA の役割は CITA の管理下で教育や医療、警察などの日常業務を担当する、どちらかというと補助的なものになるのだ。さらに CITA を支えるために国際安定化部隊という軍隊も作られるのだ。この部隊にはアラブ諸国を含む3カ国から兵士が集められて、インフラや支援物資を守ったり、テロリストと戦ったり、新しい紛争が起きるのを防いだりする役割を担うのだ。このプランが本当にガザ紛争に終止符を打つことができるのか、そしてイスラエルがこれを受け入れるかどうかがこれからの注目ポイントなのだ。3つ目のニュースなのだ。モルドバ議会選挙、 EU 政治家選挙結果をロシアへの拒絶と評価という記事なのだ。モルドバで議会選挙が行われたのだ。 EU の政治家たちはこの選挙結果をロシアへのはっきりとした拒絶だと評価しているのだ。モルドバの国民はロシアからの圧力にこぼめせず、ヨーロッパを選ぶ道を選んだのだ。 EU 委員長のウルズラ・フォン・ライエンさんは、私たちの扉は開かれているのだ。モルドバの人々は民主主義と自由を選んだのだと SNS で発信したのだ。ロシアが恐怖や分断を広げようとしたけれど、彼らの意志を壊すことはできなかったと強調しているのだ。 EU 理事会議長のアントニオ・コスタさんも、モルドバの人々が民主主義、改革、そしてヨーロッパの未来を選んだことに安堵しているのだ。ロシアからのプレッシャーや干渉にもかかわらず、その選択をしたのだ。ドイツ、フランス、ポーランドの首脳たちもモルドバ国民の民主主義への決意を祝福したのだ。ロシアが票の買収や偽情報で介入しようとしたけれど、モルドバ社会と当局は平和的に選挙を実施できたことを評価しているのだ。彼らはロシアのハイブリッドな試みがモルドバの民主的な制度や EU への道を損なうことはないと断言し、
今後もモルドバの民主的な発展と改革を支援していくと表明したのだ。ドイツのヨハン・ワデフール外相も、モルドバの人々がヨーロッパを選んだのだから、私たちは全力で EU への道を支援するのだ、と述べたのだ。隣国のウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領も選挙結果を歓迎しているのだ。ロシアはモルドバを不安定にできなかったのだ、と強調し、ヨーロッパはロシアがこれ以上他の国を支配しようとする動きに抵抗しなければならない、と警告したのだ。今回の議会選挙では、親 EU 政党の PAS が 50.1% の票を獲得し、単独過半数を確保したのだ。これで PAS は、他の政党に頼らずに EU 加盟への道を強力に進められるようになったのだ。親ロシア派の愛国ブロックは 24.2% で辞典だったのだ。モルドバ政府はロシアが選挙に大規模な影響を与えようとしたと非難しているけれど、ロシア政府はそれを否定しているのだ。一方でロシア政府は、自国に住む何十万人ものモルドバ国民が、投票所が少ないために投票できなかったとモルドバを非難しているのだ。しかし、選挙の評価については、ロシア国内の政党に任せるとしているのだ。こうして、モルドバの人々がヨーロッパの未来を選んだことは、EU にとって明るいニュースとなったのだ。4つ目のニュースなのだ。クロアカ連立、それではうまくいかない、という記事なのだ。ヤッホー、ずんだもんなのだ。今回はドイツの政治についてお話しするのだ。今、ドイツを動かしているクロアカ連立政権、キリスト教民主同盟と社会民主党の連合なのだ。どうにもうまくいっていないと、有力紙 DIEGEIT が報じているのだ。彼らのやり方は、あなたたちでは成功しない、と厳しく批判されているのだよ。筆者のバーンド・ウルリックさんによると、この政権は、公正、性、コミュニケーション、哲学のすべてが間違っているのだって。発足からまだ半年も経っていないのに、こんなに多くの問題が指摘されているのだ。でも、これが、良いニュース、だという、ちょっと皮肉な見方もあるのだ。なぜなら、もし今の政権のやり方が、民主主義にとって最善の形だとしたら、もうドイツには何の希望もないことになるからなのだ。つまり、これだけ間違っているからこそ、まだ改善の余地がある、というわけなのだね。現状では、極右政党であるアフディの支持率が急上昇しているけど、それ以上に CDU、CSU、SPD、緑の党という主要な中道4政党のどうすればいいんだという無力感がどんどん増しているのだ。これまでアフディに対抗するためにたくさんの方法が試されてきたけど、どれもほとんど効果がなかったのだ。例えば、アフディを政治的に排除しようとしたり、彼らとの間に防壁を築こうとしたりしたけど、ダメだったのだ。移民政策をさらに厳しくしても、アフディの主張を政府が取り入れても、逆に完全に無視しても効果はなかったのだよ。さらに、緑の党を攻撃する文化闘争を仕掛けたり、マルクス、ソーダーさんのような政治家がポピュリズム的な言動をしたりしたのもうまくいかなかったのだ。緑の党や左翼党、SPD が一体となって反ファシズムを掲げたり、アフディの主張を論破しようとしたり、具体的な解決策を一生懸命提示しようとしたりしたけど、やはり状況は好転していないのだね。筆者さんは、ちょっとぶっきらぼうだけど、ファシズムとの戦いは、どうやらファシズムと戦うだけでは勝てないみたいだ、と結論つけているのだ。今のドイツ政治は、とっても複雑で、既存のやり方ではどうにもならない、深い課題に直面しているのだな、と感じるのだ。5つ目のニュースなのだ。アフディ州支部を極右の疑いで監視、という記事なのだ。ドイツのヘッセン州で、とっても大事なニュースがあったのだ。なんとね、ヘッセン州の憲法擁護庁っていうところが、政党、アフディ、ドイツのための選択肢のヘッセン州支部を極右の疑いがある政党として、これからもちゃんと監視していって、裁判所が正式に認めたのだ。
これはね、今後のドイツの政治にも関わるかなり大きな決定なのだよ。実はね、この憲法擁護庁はもう3年も前からアフディをそういう風に分類していたのだけれど、アフディ側はずっと納得していなくて、監視をめぐって裁判が続いていたのだ。でも、ついにヘッセン行政裁判所が監視は適法なのだって最終的な判断を下したのだよ。しかも、この決定はもう上訴できないのだから確定したってことなのだ。じゃあ、なんで監視が認められたかっていうとね、裁判所はアフディの活動にはドイツの自由民主主義の基本秩序に反する活動の兆候がたくさんあるのだって説明したのだ。例えば、アフディが外国の人たち、特に難民の人たちを民族的に違う人たちだからって言って人間の尊厳を傷つけたり、ドイツ国民と移民ルーツを持つドイツ国民との間に差別的な不平等を持ち込もうとしたりするような発言があったのだ。それから国の代表者たちに対する国民の信頼を根っこから揺るがそうとしているんじゃないかとも考えられているのだよ。だからこれは見過ごせないって判断されたのだ。ちなみに連邦の憲法擁護庁は実はアフディ全体を確実な極右勢力だって判断しているのだけれど、アフディがそれを不服として提訴したからまだ公式な発表は一時的に停止されているのだ。でもドイツ国内の駐輪減州やザクセン州などいくつかの州のアフディ支部はもうすでに確実な極右勢力で認定されているのだから、今回のヘッセン州の決定もそういう流れの一つなのだ。ただしね、今回の裁判所の決定には一つだけ重要な制約があるのだ。それはヘッセン州政府はアフディを監視することを公に発表しちゃいけないってことなのだ。これはヘッセン州の憲法擁護法に監視を公表する権限が具体的に書かれていないからなのだって。でも憲法擁護庁が定期的に出す報告書を通じてみんなにアフディの情報を提供するのは問題ないのだから、情報が全く出ないわけじゃないのだ。今回の行政裁判所の決定自体はもう覆せないけれど、憲法違反だとして憲法訴訟を起こす可能性はまだ残っているのだ。だからこれからもアフディや憲法擁護庁の動きにはみんなで注目していく必要があるのだよ。今日はドイツの技術と文化、ランガー選手の不屈の精神に感動したのだ。ガザワ平安やモルドバの EU 選択、ドイツ国内政治の課題やアフディ監視など多様なニュースに触れたのだ。未来を見据えるドイツは課題と向き合い挑戦を続けているのだね。これからも目が離せないのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。